孤独って聞くと、あなたはどんなイメージを持ちますか？一人ぼっち、寂しい状態、友達が少ない。一般的に孤独とはどこかネガティブな印象がありますよね。でももし孤独な人ほど実は賢くなりやすいとしたらどうでしょうか？今日は孤独が最強な武器になり得る理由を解き明かしていきます。動画見終わった後には孤独のイメージが変わり、自ら孤独の時間を大事にするかもしれません。ぜひ最後まで見てください。第1章、孤独は弱さではない。実は孤独がネガティブな印象と勘違いされやすい理由に、孤独には2つの顔があることが考えられます。英語には孤独を表す言葉が2つあります。1つ目は loneliness。意味は寂しさ、不安、誰かに埋めてほしい、誰かを頼りたい感覚。そしてもう1つが solitude。意味は一人でいることに豊かさや充実を感じている状態。同じ孤独でも意味は全く違います。ロンリネスは欠けている喪失感。ソリチュードは満ちている充実感。孤独にはこの2つの顔があるんです。つまり問題は孤独かどうかではなく、孤独をどう扱うか。ここが分岐点です。孤独は火に似ています。火は家を燃やすこともあるし、火傷することもある危険な側面があります。しかし同時に料理もできるし、暖を取ることもできる。我々の文明は火なしには発展しませんでした。火の危険な側面だけを見て火を使わなければ、私たち人類は進化できなかったんです。孤独も同じです。扱えない人にはロンリネスになるし、うまく扱える人にはソリチュードになる。孤独を恐れて逃げ続ければ思考は深まりません。しかし孤独になることで普段は気づけない繊細な声が初めて聞こえます。余計なノイズが消え、残るのは本来の自分の声。この状態こそが満たされた孤独。孤独を楽しめる人は静けさに耐えられる人です。孤独の中で自分で考える。人生を振り返る。今と向き合う。そして問いを持てる人ほど賢くなっていけます。大人になってからの賢さとは、勉強ができることでも単なる知識の量でもありません。自分の頭で考える力です。孤独はその訓練の時間です。もしあなたが一人の時間が好き、人とずっと一緒にいると疲れる、深く考える時間が必要だと感じている、そう思うなら今よりさらに賢くなれるルートを歩んでいる可能性があります。孤独は成長のための手段。けど扱い方を間違えれば寂しいだけのものになる。正しく使えば自己成長につながる最強の武器になり得ます。第2章、孤独がないと賢くなる機会を失いやすい。ではなぜ孤独がないと賢くなる機会を失いやすいのでしょうか？理由はシンプルで、人は常に誰かといると今の自分を演じてしまうからです。私たちは無意識に場に合わせてキャラクターを作っています。これは心理学者のユングが提唱した社会的仮面という概念です。友達の前の自分、職場での自分、家族の前の自分、その場にあった自分を演じています。これは悪いことではありませんが、それをずっと続けてしまうと、今の自分から抜け出せなくなります。人は環境の中で固定されていきます。周囲の期待、周囲の評価、周囲の役割。その中で生きていると、次の進化した自分になるタイミングがなくなる。賢くなるとは何か？今の自分より思考を深めること、自分を疑えること、今の自分を一度壊すこと、そして再構築して進化することです。群れている時間は、つながりでの充実や共感は多いけれど、深く考える時間が少なく、外的要因に反応しやすくもなります。なぜなら、常に外に意識が向いてしまうからです。人といるときは、どう見られているか、どう振る舞うかを考えています。つまり、今の自分を維持している状態。でも今より賢くなるには、自分を一度再起動する必要があります。そしてそれは、孤独の時間で起こせます。もう一つ、大きなポイントがあります。人は基本的に、自分と近いレベルの人と付き合います。アメリカの実業家、ジム・ローンは、あなたは一緒に過ごす時間の長い5人の友達の平均になるという言葉を残しています。価値観が近い、思考の深さが近い、生活水準が近い、収入が近い、今の自分と摩擦が生じにくい、居心地がいい人たちと関わるのは自然なことなんです。でもその環境に居続けると思考は大きく変わっていきません。周りのレベルに近い自分を演じるからです。例外で自分の周りは全て自分よりも格上の人しかいない人もいるとは思います。ただこういった人はごく少数派で、そういった環境の人は周りから受ける影響のレベルが高いので、もし人と関わるなら格上がおすすめです。群れの中ではそれって本当に正しいのかと深く考える必要がなかったりします。少数派の意見を出すと変わり者、なんか言い始めたこの人みたいな目で見られやすい。そんなリスクを背負ってまで自分の意見を言うよりも、周囲がそうしているからそうだろうと適用した方が安全です。こういった周りに合わせることは社会性、協調性でもあるんです。僕は前に勤めていた会社で会議が頻繁にありました。生産性のない会議ばかり入っていて、
本当にやるべき業務がおろそかになる。何かを解決するための会議じゃなくて、会議のための会議をしているような状態でした。で、同僚たちは決められた会議の中で何を話すかを考えていたけど、僕はその多い会議という非効率な前提から見直すべきではと提案したことがあります。群れにいると、このような前提を見直すこと、前提に対しての疑問が薄れやすいんです。そこで孤独の時間が周りとの同調、現状維持を解除する役割をします。孤独になると、自分は何を信じているのか、この環境は正しいのかと自分への問いを深く考えれます。問いが生まれることで現状維持から脱出し、改善点を見つけ、人は賢くなれます。常に外からの情報があると、深く思考する前に次の情報がやってきてしまいます。LINE の通知、電話、誘い、会話、SNS。孤独はそのノイズを強制的に止めます。ノイズが止まると思考を深めることができる。そして思考が深まると行動が変わり、自分の変化が始まる。脳は基本的に居心地のいい環境に留まります。省エネモードで楽に運転した方が脳からしてもいいからです。でも孤独はその居心地を一度リセットします。役割を外して、期待から外れて、比較を外す。その状態で初めて自分を客観視できるんです。自分を客観視できる人ほど賢くなりやすいです。なぜなら自分に本当に足りてないことに気づけるから。これは自分の思考や行動、感情をもう一人の自分が上から見下ろすように客観的に把握、管理する能力であるメタ認知が高い状態でもあります。友人が持ってるブランドを自分も買いたいと思ってたけど、それは本当に自分が欲しいものか、足りてないものなのか。金曜日にいつも上司に誘われて飲みに行ってたけど、本当に自分は行きたいのか、その時間は必要なのか。自分の人生にとって今足りないのは自分で選べる時間、自分で選んだ選択ではないか。孤独の時間は自分の本音に気づけるいい機会です。第3章、孤独で何をすれば賢くなるのか。ここが一番重要な部分です。たとえ孤独な時間を作ったとしても、何もせずに家でダラダラしたり、ゲームや漫画やドラマのような娯楽にばかり気を取られていると、孤独をうまく活用できずに時間だけが過ぎてしまいます。では、具体的に孤独の時間をどう使っていくのか。1、自己対話をする。孤独の時間は自分に問いを投げる時間です。周りの常識関係なく、今の自分に満足しているか、今の自分をどう思うか。人はいつも自分と一緒にいますが、自分とちゃんと向き合っている人は少ないです。孤独は自己対話ができるいい機会です。2、情報を遮断する。孤独なのにスマホをずっと見ていたら意味がありません。孤独とは物理的な人との接触を避けるだけでなく、外のノイズを止めること。スマホの通知を切る。音楽を消す。消費するだけの SNS をやめる。そしてスマホを家に置いて外に散歩に行ってみる。最初は落ち着かない。現代人は刺激に慣れた生活を送っているからです。でも、その落ち着かなさの先に本当の思考があります。賢くなる人は情報を増やす前に、まずは余計な情報を減らしています。3、勉強する。孤独は吸収の時間でもあります。群れの中では知識は話題になります。孤独の中では知識は武器になります。成功する人と成功できない人の差は重要なことを知っているかどうかです。勉強の方法は読書。このチャンネルのような自己成長や気づきにつながる動画、トレンドや最新ビジネスの情報、成功者の実例などのリサーチ、新しいスキルの習得、静かな環境は集中力を最大化します。人は静かな時ほど深く理解するし、定着していきます。孤独な時間を有効活用し、インプットを最大化しましょう。4、自分を再構築する。孤独は今の自分を再構築する時間。人といるとこれまでの自分を演じ続けます。いきなりあなたがこれまでと違ったキャラになったら友達は困惑しますよね。そうならないように人はこれまで通りの自分を演じ続けてるんです。孤独はその役割を外します。本当にこのキャラでいいのか、この人間関係は必要なのか、この毎日でいいのか、この習慣でいいのか。孤独の時間の中で自分自身を再構築して今よりも賢い人間へとアップデートできるんです。5、未来を設計する。孤独は未来の設計図を描く時間です。5年後どんな人生にしたいのか。10年後は自分はどんな環境に行きたいのか。時間とお金を増やすためには今からどうするか。これを考えて行動に移すことで未来のシナリオは変わります。孤独は扱い方をうまくできるとただ一人でいる時間ではなくなります。孤独は考える、遮断する、学ぶ、再構築する、未来を設計するための時間。孤独の中で何を選ぶか。それが人生の分岐点になります。この孤独の時間の効果をさらに大きくするためには、このチャンネルでも推奨してきた一人旅がめっちゃ効いてきます。あえて未知の環境に自分の身を置くことで、先ほどの考える、遮断する、学ぶ、
再構築する、未来を設計するための時間にしやすいからです。旅をただ観光する、楽しかったで終わらせずに、この5つの要素を一人旅の中で実践できると、家に帰った頃には今の自分よりも前に進んだ自分になってるはず。最後に僕の体験談を話します。今の僕はタイに一人で移住して、あえて孤独な時間を選んで自己成長や資産作りに集中していますが、昔の僕は真逆でした。いわゆる陽キャで常に誰かが周りにいました。バンドをやりながらバーでバイトしてて友達も多かったです。友達と一緒に住んでたので一人の時間はほぼありませんでした。しかし当時は楽しかったのはありますが、成長は完全に止まっていました。20代後半になって音楽をやめて現実に気づきました。一般社会で必要なビジネススキルも経験もない。貯金もなく、クレカの返済も終わらないし、所得も低い。その残酷な現実と向き合わざるを得なかったんです。で、僕は何をしたかというと、まず上京した時に住んでた小田急線の駅まで行って、初心に戻ることにしました。今後の人生はどうしていく？今をどう変えていける？あの頃の気持ちはどうだった？昔住んでた街を歩きながら、そんなことを自分と対話しました。で、自分の結論は、このままの人生で終わりたくない。自由を手にして、自分を好きになれる人生にしていきたい。そう思いました。そこで自分のこれまでの人生、過ごし方を振り返った結果、見えたんです。勉強や自己成長につながる孤独の時間が全くなかったと。今後も後悔するような人生にはしたくなかったので、僕は勇気を振り絞って、まず当時の友達と距離を置くことにしました。関わる限り、常にそれまでの自分を演じ続けることになるから。友達から誘われても断る。友達に今の自分の取り組みを共有しない。そうしていくうちに、それまでの友達からは誰からも連絡が来なくなりました。僕はそのできた孤独の時間で、ひたすら読書と自己啓発系の動画を見ること、ビジネスアイデアのリサーチと投資の勉強をしました。そして瞑想や筋トレ、散歩などの地味だけど成功者たちがやっている習慣も取り入れていきました。そして3年ほど経ったら、自分のマインドも未来を見る解像度も世の中の見え方も変わっていました。確実にこれまでの自分よりも賢い人間に成長していたんです。自分が変わると現実は自然と変わっていきました。会社員生活から抜け出して起業して資産を増やして長年の夢だった東南アジアでの海外生活を実現できました。孤独の時間を作ったからこのように人生どん底から這い上がることができたのは僕の実体験としてあります。もしあの時孤独を選ばずにあのまま友達と群れ続けていたら僕はきっと一瞬は楽しいけど停滞している人生を続けていたと思います。孤独は人生戦略において必須だと考えます。どう孤独と向き合うか、どう取り扱うかが大事。もし今あなたに孤独の時間があるなら、その時間を次のステージに行ける時間に変えれると人生はいい方向に向かいます。皆さんの孤独の価値観やエピソード、感想などあればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己理解を深められるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。